今回はですね、MGB の、日常の簡単な整備っていうことで、ある意味日常会みたいな形でお送りできたらなと思います。今日はですね、ボンネットのゴムの交換について動画撮ってますんで、それを今回流してみようかと思います。もともとはだいぶ前に買ったボンネットのこのゴムシールなんですけれども、自分の MGB についてるものがもうちょっとね、隅っこっていうんですか、端の方がね、切れかかってたんですよ。で、これ早く交換しなきゃいけないかなと思ってまして、こういったね、ゴム部品っていうのを劣化するとどんどん避けていっちゃって、最終的にはこの雨水を防がなくなっちゃうというか、それを越してね、侵入したりして、錆の原因になったり、あとはあれですね、このボンネットとボディがこう走行してる時にガタガタ言うじゃないですか。そういったところの衝撃の吸収をしてくれなくなっちゃうっていうことが、ありえますんで、こういった劣化したゴムですね、今回取り替えてみたいと思います。これ、これですね。これがですね、もうビロビロに、これがもうビロビロになってもう割れてきたりしているんで、これを新しいパーツに変えていきたいと思います。ちょっと違いますね。断面見ると、ほら、古い方はなんか出っ張りが一つあるんですけど、新しいのないですね。あんまり意味がないのかな、出っ張りにね。はい、じゃあこちらも変えていきます。長さ的に一緒なのかな。作業自体はこれゴムはめていくだけなんで、全然困難さはないんですけどね。で、これ今回ね、交換したからどうって、むちゃくちゃ劇的な変化があるっていうわけではないんですけれども、劣化した部品の交換っていう感じですね。特にこういったゴム部品っていうのが、そんなに高価ではないんで、劣化したら、つどつど交換するっていうのがいいんじゃないかなと思います。交換自体はね、これ、古いものを取りつつですね、新しいゴムを取り付けていくっていうやり方にしました。こういった時に一番不安になるのが長さがね合うかどうかっていうところなんですね。あんまりこう引っ張りすぎると余っちゃうし、かといって詰め詰めというんですか、詰めるような形で、取り付けていくと最終的に長さが足りなくなったりとか、そういったことがねいろいろ考えられるんですけれども、慎重にね元あるゴムを外しながらやっていくっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。
いろんなとここうパックリと破れてましたね。結構気づかないんですけど、破れてたんで、こんな感じで、これだけでも新しいのに変える価値っていうのはありますね。で、こちらの方も、フロントのボンネットのシールの方も交換が完了しました。あとですね、同様のゴムシールっていうのは、この MGB の後ろのトランクの部分ですね、こちらの方にもあるんですけれども、そちらの方については、トランクのエンブレム交換、それと同じタイミングでお送りできたらなと思います。あとはですね、プラグ交換したんで、エンジンかかるかどうかっていうのを確認していきたいと思います。はい、無事にエンジンかかりましたんで完了となります。この後、今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。